啊，你好，你好，我想去北谷水前。嗯。怎么去？え？你是用什么方式啊？何わかんない。藤原豆腐店やん。どういうこと？で北京やのに群馬ナンバー。おかしくねこれ。啊？找谁家呢？我不懂中文。不是，我不是。啊，谢谢。这在这等着，何？在这等着。何を？我想去酒店。ホテルをくら替えさせようとしてんのこれ。なんか写真撮ろうとしてんねんけど。写真撮られる？なんでマジで意味わからんでこれ。ほんと何をしてるんやろ。いろんな人捕まえてるよ。2025年10月、中国黒竜江省の省都のハルビンに滞在してます。今回の旅のテーマは中国東北部の紅葉スポット巡りと満州国の面影感じる旅です。北京からスタートして早9都市訪問してきました。今から夜行列車でハルビン離れて北京にリターンです。地下鉄の入り口がここにあって、でその向かいにまた別の地下への入り口があるんだ。これ1個にまとめることはできんかったんかなこれ。なんかな、ハルビン駅周辺ってすげえ非効率なんよな。この柵がな、ほんと駅前にめっちゃあって、なんかすごい交通がめんどくさいことになってんねんな。これはほんとハルビンに来た初日からめっちゃ感じたよね。これがな、またな、危ないよね。向こうが見えにくいし、開いた先にドアある時があるんよね。これだからこれくぐった時にバーンってぶつかる時あるんよね。これ危ないよね結構。私は元理系のエンジニアっていうこともあってか、こういう改善点気になってしゃあないです。旅行だから楽しいことだけ考えて行動すべきなんですけどね。これこそが己の改善点です。すごい数の人じゃねこれ。ごっつい数じゃねこれ。駅の飲食店で晩飯食おうと思ったら QR コード決済不可能。時間がないんでファストフードお持ち帰りです。バーガーキングで単品バーガー26元550円。やっぱり外と比べて駅で買うとバカ高いですね。マックスバリューとセブンイレブンぐらい値段違います。衣がめっちゃ分厚い。辛っ。激辛やんこれ。うまっ。ポテトチップス食ってるみたいなザクザク感。ハルビンから北京までは約1100キロ、10時間半の道のりです。寝台列車の運賃は9980円。中国の寝台列車って量産型ザクみたいな色してます。北京行き寝台列車は19時40分発。外は極寒マイナス2度なのに、車内はっていうと中華料理屋の厨房みたく半袖で過ごせるくらいに暑い。水餃子の衣みたいな分厚い毛布あるんですけれど、こんだけ暑いと毛布いらんですね。单独出行旅行注意自身安全啊！如遇不法侵害，好了，谢谢。
激しすぎる寒暖差で貧弱なジャップはほふられてしまいそうです。明日は朝からバス移動の予定なので今日は早く寝る。帝国より15分遅れの6時20分に北京駅到着。注意脚下安全啊！谢谢。再见。眠い。でもハルビンに比べるとあったかいわ。4度か今。4度がこんなにあったかいとは。列車の揺れは小さかったんですけれど、いかんせん車内が日本の真夏の熱帯夜のごとく暑くてあんまり寝れませんでした。谢谢。北京かすんでるな。天気悪いんかな。もうちょっとめっちゃかかといてひび割れが悪化してる。北京駅もうでかいなこれ。すごいわ。何ここ。地下鉄の切符売り場が屋外にあるんや。これ地下鉄の入り口か。いや地上にあるやん。変わってる。今日は北京の中心部には泊まらず郊外にある湖北水鎮に行きます。湖北水鎮に行くためにまずは東直門の近くにあるバスターミナルへ移動です。地上に出てきた。どこやねんこれ。どここれ。もう行き方わからんから飯食いに行く。これ入り口。これっぽいわ。よし、マックカフェでバスの時間まで潰そう。ドリンクをカフェラテにアップグレードして 35.5 元760円です。やったらたっけえなって思ったらドリンクだけは別窓口のマックカフェでした。不思議なもんで朝マックって全世界どこの国で食っても同じ気分になりますね。これぞいい意味でも悪い意味でも世界的チェーン店のパワーですね。特に夜行バスとか夜行列車での移動後の朝マック。学生時代の就活で夜行バスで東京に到着してから朝マックで時間潰した記憶が蘇ります。湖北水鎮へは直通バスがあるはずなので窓口で乗り場聞いていきます。どこかわからへん。ここで聞いてみようか。你好。好。我想去北京水鎮。怎么去？え？你是用什么方式啊？何わかんない。公交。すると路線バスを乗り継ぐルート教えてくれました。直通バスはバスターミナルからじゃなくて少し離れた場所から発着してるらしい。翻訳機で乗り場への行き方教えてもらったんですけれど、この文字情報だけでたどり着ける自信がないです。直行バスはこのバスターミナルから出てるわけじゃないんや。ややこしい。どここれ。めっちゃ遠くねこれ。合ってんのかいこれ。言われた通り出かけて左に曲がってって、これ
翻訳のまんま行っても絶対たどり着けんよな。バイドゥマップ信じるしかないよねこんな。まあええわ、一か八かやってみよう。また左に曲がるって書いてあったけど、これかな。もう不安しかないわ。すごい、藤原豆腐店やん。どういうこと？おかしくない？なんで北京やのに群馬ナンバー？おかしくねこれ。どういうこと？あれっぽい。あった、ほんまにあった。うわやば、ちょっと待って、やば。これや。これどうやって乗れんの？チケットどうやって買えるんやろ。チャリンコえげつないなこれ。大丈夫やんな。你好，是的啊，一个人，别问了，你就问问他。有，稍等一下，还有一下，稍等因为没有座了，没有座位了，你稍等一下。啊，满了，满了，等一下。现在没有座了，没有座位了，没有座位了，没有，先等一会儿，等一会儿要是人多的话，我得就得上报了。55了，对，看看多少人。就一个，没有，没有座位了。空席なし。1時の次の便待つかタクシーで行けって言われた。なんだもうこれで行くしかないよね。密51路、秘密なんこれ、密51路って。いやまた戻ってきた。この辺何往復してんねやろほんと。980のミーウン方面、ミーウンで合ってんのかな読み方は。これか。これどうやって乗るのこれ。アリペ使えんのこれ。わかんねえ。これも結構人多いよな。980番バス、運賃は 7.5 元。横5列、隣の人との接触不可避の超濃密シートです。これ若い男女なら恋のきっかけになっちゃいそうなくらい隣との距離近いです。バスに乗ること80分、下車して次のバスに乗り換え。めっちゃ長かった。次どれ？密51ってやつ来んのかな、そんなバス。907980950ないよね。密51、これか。速攻で密51番のバスが来たので乗車です。アリペイでは運賃支払えず、急遽 WeChat のバス用 QR コード車内でアクティベーションして支払いました。6元130円。バスはこういうのが困りますよね。街とか路線によってシステムが全く違う。運転手にヘルプしてもらってなんとか支払いできましたけど、これは完全なる初見殺しです。田舎者が初見で首都高を使いこなすくらいハードル高いです。まあとにかくこれで湖北水鎮への到着が確定したんで、バス乗車中にホテル探します。バスに乗ること90分、湖北水鎮に着きました。着いたけど2つのバス乗り継いで合計で3時間ほどかかりました。寒い。ハルビンみたいに寒い。うわ、めっちゃ観光バスいっぱいあるやん。このうちのどれかに今日乗れへんかったんやな多分。あ、明天呢。好的、谢謝。満席で諦めた直通バスの乗務員のおっさんに遭遇しました。バスのおっさん、
明日も満席とかちゃうのあれ。路線バス乗り継いで移動するのちょっとしんどいんで、明日北京に戻るときには直通バス使いたいですね。新しいけど、ええ感じ。コチンに入ると突然世界が変わります。心地のいい異世界転生です。天気が良くないのがちょい残念なんですけれど、中国のコチンはどこも絵になります。とりあえず飯やろう。これ開いてんの？これ静まり返っとるな。コナン米粉四川。そっか、今北京におるから北京料理ってあんまないんか。ここにすっかな。湖北水鎮で昼飯食らってく。四川料理屋でサンラーフェンですかね。これ36元770円。麺は光沢のある半透明タイプ。ダブモイスチャーケアみたいな色と光沢してます。四川料理は辛さで有名ですから、微辛にして辛さ控えめにしたつもりなんですけれど、もう一発目から咳き込むほど辛いです。バチクソ脂っこくて唐辛子が浮遊しまくりの悪魔的スープ。脂っこさが強いんですけれど辛うまいですね。喉焼けるように辛い。喉と胃袋の粘膜をこそぎ落とすことが目的なんじゃねえかとすら思うほど辛くて喉痛いです。これって普通に食っても健康には問題ないってことでいいんですよね。中国人みたいな鋼鉄の胃袋は持ち合わせでないもんですから、食いながら若干不安になってきます。食べ終わった後のスープ見たらなおさら不安になります。日本人の貧弱な胃袋がこの燃える紅葉のようなシンクのスープに勝てるとは思えないですからね。食後、予約した宿に向かいます。你好。シュティエン。これなんかさ、ようわからんねんけど、これ毎回あのゲート通るの？あれなんかめっちゃ軽減な表情されたんやけど。予約した宿はゲートで管理された住宅街にあるっぽいです。到谁家呢？我不懂中文。是这个吗？何？不是，我不是。不是。您订好了？房间订好了。房间谢谢。这是在这等着。何？在这等着。何を？我有他微信。我想去书店。湖北。何をやってんのこれ？但是他找不到你了。何やってんのね？ホテルをくら替えさせようとしてんのこれ？なんか写真撮ろうとしてんねんけど。写真撮られる？なんでマジで意味わからんでこれ。これ今度何をしてるんやろ。いろんな人捕まえてる。マジ何してんのこれ。連れてかれてる。マジでようわかんねえなあれ。怪しい人なんかな。你好。何？有预定。
是的。謎のおばさんに声かけられた後、え次はおっさんに声かけられました。あ、是的，这个有来。我だ。スマホの画面を見せてきて、そこには自分の名前が書いてありました。好。何？車に乗るの？ここ？これはどうやら予約した宿の人みたいですね。どうも民泊っぽくて、さっきのおばさんもそうだったんですけれど、民泊の予約客を待ち構えてるみたいです。湖北水鎮で泊まるのは湖北雲なんちゃらなんちゃらなんとか、1泊2830円。すげえな。あのおばさんとかと地域ぐるみで連携してるんやな。あれ写真撮られたのはこういうやつがチェックインで来たぞって言ってたんやな。あれこれこのキャラどんだけ人気なんマジで。ナタやったっけ、ナユ。こいつらヨーグルトとかにもなってるもんね。ヨーグルト買ったらいつもこいつらなんよな。こいつが多いな。いつもこいつやヨーグルト。これが主人公か。生意気な顔しとんなこいつ。ホームステイっていうか民泊やね。何これ。何これ。スマートスピーカー？シャオトゥじゃないんか。まあ使うんからいいけど。すげえ。でも完璧やん。わあ。いやシンプルやけど十分やね。何これ。すごいやん。見たことないもん入ってんな。ベランダもあるけども、今日曇りでめっちゃ寒いよな。いやーすごいな。もっきり後付けなんよこれ。すごいな。電子レンジって中国でなかなか見かけへんよな。コンビニでしか見たことないわ。これまでの長旅でスーツケースついに行かれました。このスーツケースは1年2ヶ月前にキルギスで買いました。購入以降数百キロは転がしてきてますから、そろそろ寿命ですね。取っ手の部分が収納できなくなっただけじゃなく、チャックも閉まらない。これ成人男性に置き換えたらとんでもない状態ですよね。車輪もそうめんみたいなの出てる。キャスターも死にかけで、人間なら老人ホームに片足突っ込んだ状態です。チャックと車輪はだましだまし使えますけれど、取っ手の部分が収納できないのはバスとか電車に乗車するときに致命傷です。なので北京に戻ったら新しいスーツケース買いに行きます。さあ、この辺り一帯って民泊ばっかりでホテルじゃないから、フロントとかももちろんないから、さっきのおばさんみたいに捕まえてもらわんとチェックインのしようがないんやな。これはどうしてるんやろな。これなんか中国人は多分電話かければなんとかなるんやろうな。中国語のできん外国人はどうしようもないよな、捕まえてもらん限り。おばちゃんらで多分交代で狩りをやってるんやろな、旅行者の狩りを。んで一人一人どこに泊まんだって聞いて、民泊の管理者たちで情報共有してって感じか。あ、これもそうやろ。宿に荷物を置いて早速湖北水鎮を散策です。80元やったっけ。
QR コードスキャンしてチケット買おうとするも、中国の観光地あるある、オプション多すぎで意味不明です。一蘭のラーメンよりもトッピングの種類多くてややこしい。普通に入っていくしかないか。はあ、なんじゃこれ、ピカピカやで。チケットコンサルテーション、っていうかチケットコンサルテーションっていうのがある時点でややこしいってことじゃねこれ。マジでややこしいでこれ。你好，你好今天我想追古北水镇，明天想追张镇。单摆古北水镇是140一位。140。对。140。对。今天买古北水镇，然后中途不要出来，出来就不让进了。明天单摆长城是在外边。170。170是今天的一次，明天试不了。就是您从今天140。对，明天长城40。OK， 好。门票在哪里？门票就在这儿买。对，在这儿买票。140。对，您几位呀？您几个人？一个人。你拿这个证件看一下。万里の長城の方はあれか、同じ日じゃないとあかんって言ってたな、抱き合わせチケットは。だから万里の長城の方は明日また別で行かなあかん。いや、言葉通じひんと本当に困るよね。你好，你会说英语吗？不会。明天我想把行李留在这里。可以。湖北水鎮単体の入場料は140元、3000円。湖北水鎮と万里の長城の抱き合わせチケットの方が10元安いっぽいんですけれど、同じ日に行かないと有効じゃないそうです。いや、ややこしい。北京市の中心部から北東へ約140キロ、最も美しく最も険しい頂上とも呼ばれる島台頂上があります。その島台頂上のふもとに広がるのがこの湖北水鎮です。運河もきれいに整備されてて、どこを見ても絵になる光景です。ただ、これまでに江蘇省とか安徽省の旅で見てきた古鎮とは何かが違います。ぶっちゃけいまいち気分盛り上がらないんですよね。己のこの気持ち自己分析してみると理由は明確です。ここには人が住んでない。もしかしたら多少は住んでるのかもですけれど、基本的には住民は見かけず生活感がないんですよね。人の生活がないっていうだけで活気とか匂いとか騒音とかのなんていうか五感で楽しめる要素が少なくなるんですよね。活気と匂いと騒音がないと、なんていうかむしろ寂しい雰囲気すら漂ってきます。
何が何でもこれ標識多すぎじゃねえこれ。歯ブラシみたいになってるもんな。最初この湖北水鎮が人工的に開発された場所だとは全く知らずに来たんですけれども、直感的にすぐ感じて気づいてしまうもんですね。タイでニューハーフの美女に出会った時のような違和感があったんですよね。いくら美人でもね、本能的に何か引っかかってそそられないんですよね。もう男のこの本能のセンサーって結構すごいもんですよね。全然話変わりましたけど、とにかく人の生活のない湖北水鎮は静かで整いすぎたテーマパークに近いです。それでも広大な敷地ですから異世界転生の気分に浸るには十分かもしれないです。日本でいうところの島スペイン村とか長崎オランダ村とかそんな感じですかね。只要本分分做生意，本官绝不为难。哼，我们皆是追随戚将军自凤阳定远而来，就是要凭自己的本事，在这古北集市上混口饭吃，没什么问题吧？っていうかさ、もう景観をぶち壊す。何あの猫。なんかやったら猫多いんやけど、なんかここは猫を売りにしたエリアなんかな。でっかい化け猫の風船とか猫のイラストとかやたら猫ばっかりだなって思ってたら、実際ここめっちゃ猫多かったです。何か理由でもあんのかなと思って調べてみたんですけれど、特に理由なさそうです。中国人が無邪気に餌与えまくるもんだから、ここに定着する猫が多いのかもしれないです。何してんのこれ。足湯？中国にも足湯あるんや。全然中華風じゃない。山の上光ってるんやけど、あれ万里の長城か。半端ねえなあれ。いや、明日の午前中ぐらいに行こうと思ってたけど、めっちゃ高いし、あの山。あんなところにあるんならもうほんとあれ丸一日とかかかんちゃうの。この人らさ、こんな時間から万里の長城行ってどうすんのこれ。何も見えへんでしょ。夜景？いや、あと今分かったけど、この万里の長城ってこのコチン経由せないけへんの？じゃあまた明日140元払ってここ入らなあかんの？金無駄じゃねえ？さっきの列はロープウェイの列やから、ロープウェイは5合目？それぐらいのところまで行くらしいから、あの一番低いところからはこのコチン経由線でも行けんのかな。わかんねえわ。日が沈んで暗くなるとライトアップで雰囲気が出てきました。明るい時間帯の湖北水鎮は正直拍子抜けみたいなところありました。婚活パーティーだと思って行ったら、実はとんかつパーティーだったくらいの拍子抜けでした。でも夜になってライトアップされると建物の細かい部分が見えなくなるから、人工的で綺麗なコチンでもあんまり気にならなくなります。
個人的には人の住んでる生きた古鎮に関しては夜よりも昼の方が細かい汚れとか歪みだとか傷とかが見えて歴史感じられて好きなんですけれども、湖北水鎮に関しては感じるべき歴史みたいなものがないもんだから夜景の方がいいかもしれないですね。你好。明天我自己想去长城。哦，可以吗？您说自己爬是吗？哎，可以。可以啊。长城的入口在哪里？您在这边住宿吗？住宿吗？住宿吗？有酒店住宿吗？有酒店住宿吗？有酒店，我不懂中文。你会说英语吗？一点点。就have hotel? Hotel? Yeah. Outside, not here. No, in Watertown. No, 不行。Do you want to the Watertown tomorrow? 不行。Yeah, outside have the Great Wall ticket office. You can buy ticket on there and take the shuttle bus to the Great Wall. 好的，谢謝。英語喋れるんや。シャトルバス。最初から英語話せますかって聞けばよかった。晩飯はチンジャオロース飯 39.9 元860円です。炊飯器の釜で料理登場しました。これは洗い物を減らすための工夫かなんかなんでしょうかね。それならもういっそのことしゃもじもつけてほしいですけどね。大学生が鍋で袋ラーメン作ってそのまま食らうみたいな感覚ですかね。でもぶっちゃけこういうのが一番美味しい。人様の前で炊飯器にがっつく背徳感がいいですね。長さ違う。中国っていろんなスタイルの料理あってマジで面白いですよね。暗っ。おい、ちょっと何これ。何これ。ちょっと待ってよ。どうやって開けんのこれ。おい、他の都市とは違って明らかに外国の観光客が多いとなんか感じるもの違ってくるよな。特に日本語が聞こえてくるとね、なんか一気に現実に戻されるっていうか、いや日本語の会話聞きたくないもんな。特になんか若い人のキャッキャ言うのは厳しいよね。あれ見たことない具が乗ってるとか他人の会話を理解したくないよな。これが外国人の会話ならね、言ってること分かったとしても、そういう風に考えるんやとかって面白く感じるけど、日本人は文化が同じで言ってることも勝手に聞こえてきて理解しちゃうから、それですごいストレスになるな。外国では日本語を聞きたくないよな。日本語を聞くのは日本だけで本当に十分や。コンビニではしゃいでる大学生みたいな会話とかマジで聞きたくない。大学生とかのなんか5人とか6人とかの集団になると自分たちだけの世界入っちゃうからね。周りの世界見えんと日本の世界をそのまんま持ってくるような感じになって、コンビニの端にいても聞こえてくるもんな、日本語。見て見たことない具が乗ってるよとか、やめてくれ。美味しい。ハルビンで買ってきたきなこロール餅。これで 8.6 元200円弱。ちょっとごっついわ。ごっつい。うまっ。持ち運んだからボロボロになってるわ。
通にきなこ餅やな。こんな感じで湖北水鎮1日目はこれでおしまい。宿をチェックアウトして湖北水鎮のエントランスで荷物預かってもらって、今日は島台頂上へアタックです。何これ、めっちゃ人おるわ。やばそうやなこれ。さあ荷物預かってもらえるかな。本当にこれ昨日の人は大丈夫って言ってたけど、単純に言葉通じてないだけの可能性あるから怖いよね。你好，我想把行李留在这里。存在这里。え、那个砝码。これ何これ。Just careful luggage sets。你会说英语吗？您截图保存，明码取件。Please take a screenshot of this QR code and save it. 好。你好，我自己想去长征。只去长城是吗？这长征。Only 司马台归途。Only 司马台归途。是的。从这儿出去，直走右手边的拱门。Go straight, turn right. Turn right. Turn left. Turn right, left. Turn right and turn left. Here. And shuttle bus. Hold on. 好。You only go to the Great Wall and don't buy ticket from me. This is a ticket office of the Great Wall. Outside, take the bus there. アーチって言ってたけど、アーチがいっぱいあんねんな。ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし。いや、全方向アーチなんよな。なんで小さな広場があるっつってたけど、これちゃうよね。こっちの門も一応念のため。いや、これ違うっぽいな。違う。この一番静かな門かな。これはなんやねん、これほんと。こっちだけなんか別物なんやな。これは広場にはなってるけど、ホテルやんなこれ絶対。看板も何にもないから分からんもんな。ホテルかどうかも分からんけど、多分ホテル。これではないと思うな。もう雰囲気がハイソすぎる。このホテルすごくねこれ。堀に囲まれてるでこれ。城やなマジで。マジで日本の波の城よりもよっぽど防御鉄壁じゃねこれ。ホテルやで。何から守ってんの。すげえな。朝一発目からもういろいろと難儀するよね。あ、これか。広場ってこれか。あ、これや。見落としてたわ。もう人気なさすぎて見落としてたわ。これや。よし。じゃあ10時30分おき。頂上行きのバスの時間までに北京に帰るバスの予約やね。どうやって予約すんのこれ。予約できんのかな。ここで行けるんかな。めっちゃ荷物あるやん。荷物置き場やなこれ。これかな。これ北京交通のサイトから予約できるってことなのかなこれ。ちょっと行ってみるか。バスを待つ間、北京への帰りのバスの予約にチャレンジします。北京交通のサイトにアクセスを試みるも中国あるある。我がサムスンギャラクシーが有害判定下しました。WeChat とかアリペイとかの大手のアプリを除いて
中華系アプリって大方が有害判定されちゃいますよね。有害だとしてもダウンロードして進めていきます。でもダウンロードしたところでゲーム関連のアイコンばっか登場して意味不明です。これって多分北京交通じゃないですよね。やっぱり単純に有害なだけだったんでしょうか。結局はギブアップです。我自己想去，真买票是吧？是的。微信可以买吗？可以，可以是吧？扫那个买。これあかんね、反応しやがらんな。ちょっと。穿裙了，穿裙了，刚来的。アリペイでもあかんのこれ。もう頼むわ。いやもうバグり散らかしてるやんこれ。役立たねえ。役立たねえ。你也只游长城吗？对，你只游长城，索道坐吗 ？Cable car 不要是吧？点这个40的。40。对，美国人也是。バスを下車したところにはロープウェイ乗り場があったんですけれども、己の足使って登ります。よし、ここが歩行道入り口やな。ここやね。いやちょっとハルビンでかかとが割れてからもう本当に足の調子が悪すぎる。いや頂上っぽくなってきた。ダムがあるな。いやでもこれ頂上っぽいってだけで多分まだ頂上じゃないよねこれ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。うわやめて、ちょっとやめてほんと。何してんの、何してんの。ここがやっと入り口かな。万里の長城島台。まだまだ遠い。今が4合目か。じゃあ数合。いや結構足元もなこんなんで険しいよ。そしてこれ6、7、8、9、10没算。哎，你们在走到那个第8条。
尾根を舗装したのが万里の長城。尾根の綺麗バージョンやな。だから、普通の登山に比べればやりやすいよね。尾根に築かれた頂上は刀削麺のように歪んだ石畳。刀削麺ロードが歴史感じさせてくれます。バリアフリーなんて関係ねえ精神ですね。こういうのが歴史感じさせてくれるポイントです。まだ続くな。これ今のが6か7、どこかわからんくなってくんな。階段がないところの方が怖い。ここめっちゃきつそう。この辺になるとなんか横のガードレール低いからが落ちそうな感じが。7、今ここが7か。はしごやん。いや階段やん。これが8、9、10。もう7まで来たらもう平坦やもん。ここまで来たら渋谷駅よりも高低差低いわ。余裕やで。思ってたほどそんなしんどくなかったな。つくばエクスプレスの深い駅をエレベーターなしで移動する方がしんどいんじゃねってのはありえへんとしても、そんなにやね。この余裕な人らはあれか、行きはどこへ使って帰りだけ歩いてる人らや。そうなの、表情でわかるわ。面白いもんで、表情見ただけで自力で登ってきた人なのかロープウェイで登ってきた人なのか簡単に区別つきます。見た感じ8割方の人はロープウェイで登って徒歩で下ってました。頂上は見た目的には険しい階段続きですけれども、距離はそんなに長くはないんで大した疲労度じゃないです。あとはもう平坦やな。個人的には女性のショッピングに付き合わされた時くらいの疲労度ですかね。知らん間に10についてた。これが 10？ あれが10じゃなかったんや。いや、なんかこんな最後やからすげえあっけない感じがする。ほんとこれで引き返して終わりや。よし戻る。下りの方がやっぱ怖い。開放されてる区間の終端まで来たので引き返します。思いっきりタバコ吸ってるわ。こんなもんなんかな。でもこれマジで中国って山火事起こってないんかな。めっちゃタバコ吸うよね。どこでも吸うもんね、ほんと。いやもう普通にノースモーキングやし、アナウンスもタバコ吸うなって言ってたもんな。共産党の色が燃えるような赤やからってことなんかな。尾根に沿って築かれた島台頂上見渡すと、地図上で点線で描かれるような県境とか国境線リアルで見てるようで面白いです。
なんというか棚田を見た時に近い興奮があります。棚田って等高線が視覚的に現れますけれども、島台頂上は尾根が視覚的に現れます。そう考えると棚田と万里の長城悪魔合体させてみたくなりませんかね。ちなみに AI にイラストを作ってもらったらこんな感じです。こういう歴史観とか完全無視した空想テーマパーク、中国にぜひ作ってほしいですね。2週間前に遼寧省の丹東で湖山頂上に行ってきたんですけれども、今回の島台頂上の方が登りがいがあって景色も良かったです。なので人生でやりたいことリストの項目一つ増やしました。万里の長城マラソンに参加。そのためにはかかとのひび割れで痛いとか言ってらんないですね。我不懂中文。sorry。はい、はい、出口。めっちゃ餌あげてる。ポテトチップスや。塩の肩。これ薄塩？コンソメ？あ、来た。早かった。2時間で戻ってこれた。結構ゆっくり写真撮っても2時間で往復できるんやな。さっきのとこじゃないのでバス乗り場って。バスどっか行ったで。頂上出口って書いてあるからここ？危ねえわ、逃すとこやった。バスで北京に戻る前に昼飯食っとく。昼飯は井の足飯って読むんですかね。これ39元840円。注文してから3分で登場しました。吉野家的な料理です。中国の町食堂でたまに出くわすライスの上に肉と野菜がワイルドに乗せられた丼物です。学生ならウレションして喜ぶタイプの飯ですね。これは具だくさんにも程がある。ライスと具の与野党逆転状態。吉野家牛丼の2倍はありますね。上から観察したらほんと白飯見えないですからねこれ。だから中国旅は太る。戻ってきた。人多いな土曜日は。心理荷物回収して路線バスに使って北京へ戻ります。こんな感じで湖北水鎮と島台頂上で過ごした2日間はこれでおしまい。次回いよいよ今回の中国旅の千秋楽北京に戻ります。1ヶ月前の国慶節以来の北京ですけれど、相変わらずとんでもない混雑っぷり。北京では無難に見どころを回ってビザなし滞在が許される1ヶ月間のうち29日目でインドネシアに向けて出国を試みるも自責で
トラブル発生。出国のタイミング逃して大ピンチ。オーバーステイ、不法滞在リスク抱えながらの北京が面白いです。